皆さんこんにちは、ナツです。お久しぶりです。ちょっと投稿の間隔が空いてしまいましたね。皆さんお待たせいたしました。で、投稿が遅れちゃった理由なんですけど、ズバリこれを用意してました。まずはこっち、このチャンネルのメインロゴになります。ボルダリングと自然をテーマにデザインしていました。ちなみに夏、イラストとかデザインとかは初挑戦です。特に絵が得意だったとかっていうのじゃないんで。で、もう一つがこっち、このチャンネルのメインキャラクター、イメージキャラクターっていうんですかね、になる葵ちゃんです。たまに動画に出て、夏の解説を手伝ってもらうことになったので、ぜひ覚えて帰ってってあげてくださいね。というわけで今日が、復帰後一発目の動画になります。ちょうどカルマの壁が全面変わってかなりボテが多いような感じになったんですよ。なので今回は、初心者でも分かるボテの扱い方を解説していきます。それでは本編へどうぞ。まずはこの黄色の1級から。グレードは高いけど伝えることは簡単なので安心してくださいね。で、この課題のメインは何といってもこのでかい黄色ボテ。かなり鈍角で扱いづらいですけど、これをどうやって攻略していきましょうか。ではまずはファーストトライ。とりあえずどんな課題であるか見てみてください。では解説に入っていきましょう。ボテを扱う上で大事なことはボテを効かせることです。効かせるって何？ではまずはこちらを。普通のホールドを扱うときはだいたい持つとか掴むとか言いますよね。それは基本的にどの方向にもある程度の力を加えることができる状態です。対してボテはこんな風にいろんな方向に力を加えてもただただ表面を撫で回してるだけですよね。こうやって力が加わる方向はボテの場合基本一つだけです。だからボテは基本的に持つっていうより壁に張り付いてられる程度に効かせるのが重要なんです。ということで先ほどの課題、このボテが効く方向はこの向きだけです。ではどうやって効かせるか。大抵の場合はこの2通り。まずはこうやって押す、そして引く。この位置まで来ると体全体でこのボテを引っ張れてるんで、これが完全に効いてる状態です。ただこんな感じで体を上げるとこの課題では手前に引く力が増えちゃうので、こうやって滑り落ちるわけです。なので今回は別ルートで行きます。それはさっきのように体で引くルートじゃなくて、このようにまず体勢を上げていって、でじんわりとガスで効かせて耐える方法です。ちなみに今落ちた理由なんですけど、軸がここにあるのに対して腰がこんなところにあるからですね。体を支える軸と重心がこれだけ離れてれば、そりゃあ回転しますよね。欲しいな。ということで今のポイントを気にしながらもう一度登ってみます。さあまずは体を上げて、
でここでポイントが右足でなるべくスメアをすることで回転軸をずらしてこのように取ることができます。であとはスローパーをうまく処理する形で登っていきます。スローパーに関してはね、また動画作ろうと思ってるので、そっちで詳しく解説します。さあ左手を取ってラストムーブ。これね、両手スローパーだから意外と足上げづらいんですよ。一回これで落ちましたし。なんでちゃんと腰を下げてヒールがかかったんで、あとはじんわり上がって、はい、これでゴールです。次はこのグレーの課題。これこそ課題の9割がボテで作られている課題なので、もう今回のテーマにうってつけですね。さっきはボテの効かせ方についてでしたけど、ここではボテを扱う時の手の形と摩擦に注目します。では見ていきましょう。まず手の形ですが、例えばこんな形になる時もあれば、こんな形にして持つ時もあります。ただ共通する重要な点、それはどちらもボテの角張った場所を持っていて、手の接地面積が多いということです。ではこの課題を見ていきましょう。まずはこの下のパート、青ボテ3連を使って進んでいくパートです。これもボテが効いていることがよくわかる例ですね。で、問題の手はというと、こうなってます。しっかりと指の関節をボテの角に合わせてますね。この時のコツは、とにかくかかってる指をまっすぐにして接地面積を増やすことです。ボテは他のホールドと違って掴まれるような突起がありません。なので頼りになるのは摩擦のみです。ただ手の摩擦で持つので指の皮の消費が激しいです。ちなみにこの白い部分はボテを使いすぎて、水ぶくれになってます。こればっかりはクライミングをやってる以上避けられないですけどね。さて、ではこの次のパートを見てみましょう。まずは次の大きめのポッケを取って一旦箸休め、これですね。で、この上のでっかいグレーのボテを取りに行きます。さあ、問題の場所にたどり着きました。この時の手の形を見てみましょう。ちょっと手の都合上逆向きになってますけど、形は同じです。さっきの指だけかかってる状態とは違い、今度は文字通り手全体をボテにくっつけています。なんなら腕も。このボテはさっきの青ボテと違ってかなり鈍角で、かつより滑りやすくなってます。なので指先の摩擦だけじゃ到底足らんのですよ。で、全力でボテを押さえにかかるんですけど、今はこれ体が下にあるから抑えられてるんですけど、少し右に移動するとこうなります。さてもう一度。いや、このボテね、ちょっと斜め下を向いてるんですよ。なので引きたい方向に引こうとするとこうやって抜けるわけです。持ち方だけじゃなくて力のかけ方も意識しないと持てないものもあるんですね。というわけで少々変更です。ナイス。これはどっちも見たい。まずはこの左角を持って
無理やりもう突破します。この角度だとね完璧に効くんですよ。いいよいいよ。めっちゃ持ってるね。持ってる持ってる。なんだよ、トップスやろうかな。なんだよ、進むじゃねえか。いやー、やってしまいましたね。今のね左手の位置を変えちゃったからヒールが上がんなかったんですよね。いや、あれがガバだったらどうにかなったかもしれませんけど、いやもうボテだと効かせなきゃいけないんで、ちょっとでも位置を変えたりするとねいけたりいけなかったりっていう風にかなり微妙になってくるんですよね。にしてもこの課題はね本当に後半が意地悪でしたね。さっきのゾーンからの一手右手を出すところもそうですけど、最後のゴール取りなんかもねボテ足だし手もボテだし、もうとにかく体を上げにくくてね距離を出すのが難しくて、あそこでもう10回ぐらい落ちたんですけど、山でも最後は足の位置とか手の持つ場所とか気にして細かいところを調整して、はいゴールです。今日のオブザベ、さあやってまいりました。今日のオブザベの時間です。今日の課題はボテをメインに使った4級の課題です。今回解説した内容をもとにオブザベをするととても楽にできると思うので、そこを意識して考えてみてください。今日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。